俺にとって父はたった一人の大切な家族だ。いつも二人で様々な困難を乗り越えてきた。俺のことを一番に理解してくれる大好きな自慢の父。今まで苦労をかけた分、自分が社会人になってからは目いっぱい親孝行しようと決めていた。しかしそんな矢先、平穏な日常はあっけなく崩れ去るのだと思い知らされる出来事が起こる。突如倒れた父。手術は無事終わり、命は取り留めたものの、課せられた高額な治療費に頭を抱えていたのだが、俺の名前は藤井智樹。今年で社会人3年目の平凡なサラリーマンだ。家族は父、藤井健二だけ。母親は小さい頃に亡くなっており、それ以来ずっと父と2人で暮らしてきた。まだ母親の死を自分の中で整理できなかった頃は、母親を恋しがり、会いたいとぐずった記憶があるが、それも時とともに徐々に薄れ、普通に生活できるようになるまで、そんなに時間はかからなかったように思う。それもひとえに父が俺に対して心を砕いてくれたからだろう。父は俺が寂しくないように寄り添い、できる限り一緒にいてくれた。そのおかげで俺は母親の死を乗り越えることができた。父と二人での生活が始まって最初に直面したのは家事の難しさだ。家は放っておくとどんどん散らかるし、当たり前だがご飯は待っているだけじゃ出てこない。しかし俺はまだ小さかったので、手伝おうとしても大して役に立つことができない。逆に失敗して仕事を増やしてしまうことも多かった。幼いながらにもどかしさを感じてよく泣いたものだ。けれど父はそんな俺を叱ることは一度もなかった。いつも手伝ってくれてありがとう、助かるよと言って俺の頭を撫でてくれた。正直に言って父は不器用な方だ。家事の効率も傍から見たら悪いだろうし、その上俺の失敗のフォローまでしていたから相当に時間がかかっていただろう。それでもイライラすることなく、いつも穏やかな父を俺は尊敬していた。父が作ってくれるご飯は具材の形がいびつで、いつも少し味が濃くて、俺はそんな父のご飯がどんな料理よりも大好きだった。しかし慣れない家事のせいか、父の手はいつも傷だらけ。俺は父を助けたい一心でできる範囲で慎重に家の手伝いを頑張った。そうして数年経って俺が初めて料理を作った時、父はお前が作ったご飯は最高に美味しいなと顔をほころばせて褒めてくれた。その声は少し震えていたようにも思う。俺は褒めてもらえたこと、そして父の役に立てたことが嬉しくて、その日から一層努力を重ね、料理の腕前を上げていった。決して裕福な生活ではなかったが、休みの日には外に連れ出してくれ、日が沈むまで遊び倒してくれる、優しくて心の強い自慢の父。俺はそんな父のことが大好きだった。母親がいないことは少し寂しくはあるものの、それでも今の生活が幸せだと俺は胸を張って言える。しかし父にとってはどうなのだろうと時々心配になることがあった。父は俺を養うために仕事をし、家に帰ると家事に明け暮れ、休みの日には俺と遊び、その時間のほとんどを俺に割いてくれている。父の幸せを願って中学に上がる頃に一度再婚したらと勧めたこともあるのだが、父は静かに首を横に振った。今のままで十分だ。お前が元気に成長してくれればそれでいい。それに母さんの記憶が支えてくれているから、俺はそれで幸せなんだよ。父は穏やかに笑みを浮かべながら、そう言ってありがとなと俺の頭をくしゃりと撫でたのだった。月日が経ち、俺は中学生になった。しかし想像していたような楽しい学校生活は待っていなかった。入学して早々思春期の洗礼を受けることになってしまったのだ。
貧乏人とからかわれたり、父が作ってくれたお弁当をみんなの前でバカにされたり、嫌がらせを受ける日々が始まった。学校が全然楽しくなくて、次第に行きたくないという思いが強くなっていく。夜になると寝たら朝が来るという当たり前のことが心底嫌気がさし、けれどどう抗っても朝は来るもので、毎朝登校する時間が憂鬱で仕方がなかった。けれど父は毎朝今日も頑張ろうなと言って朝早く起きて作ってくれたお弁当を手ににこやかに送り出してくれるから、行きたくないとは言えなかった。そんな陰鬱とした気分を抱えた朝、いつも通りに登校すると、教室の黒板に藤井智樹は障害者の息子とデカデカと書かれた文字が目に飛び込んでくる。ガツンと頭を殴られたような、今まで感じたことのない衝撃が体中を駆け巡った。その正体はおそらく怒りだろう。俺は震える拳を握りしめ、まっすぐに黒板に向かい、書かれた文字を力任せに消した。そんな俺の姿を同級生は後ろからニヤニヤしながら見ている。一体何が面白いのか。こんなことをして何の意味があるのか。ただ自分たちの娯楽のための純粋な悪意は、受け取る側の気持ちなんてひとかけらも想像していないのだろう。彼らにとって標的を定めた嫌がらせは至高のエンターテインメントの一つなのだ。全く理解したくもないが、そんな怒りと呆れの感情を心の中で吐き捨てていると、お前の親父キモいという声が耳に入ってきた。俺の父は若い時の事故で片手を失っている。きっとそのせいで辛い思いも不自由なことも今までたくさん経験してきたはずだ。それでも努力家な父は私生活を送ることに支障のないほどに片手のないハンデを克服している。明るくいつも笑っている強い父なのだ。そんな大好きな父のことをバカにされたことが腹立たしくて悔しくて、俺は気づいた時には笑っている同級生を殴っていた。騒ぎを聞きつけた担任の先生に止められるまで、俺は自分から湧き立つ怒りを制御することができなかった。自分のことをからかわれたりバカにされるのはまだ我慢できる。無視していたらそのうち飽きるだろうと思っていたから。けれど父のことを言われるのはどうしても我慢ならなかったのだ。しかし笑って父のことをけなしていた同級生は俺の勢いに押され完全に戦意喪失しており、俺が一方的に拳を振るう構図にいつの間にかなっていた。運悪くその場面で登場した先生に咎められた俺は放課後に父を呼び出し話し合いの場を設けることになってしまった。喧嘩をして父に迷惑をかけてしまうなんて。正気に帰った俺は激しく後悔した。呼び出しを受けた父は放課後息を切らして教室に入ってきた。そして俺と向かい合って座っている青あざを作った同級生を目に留め、顔面蒼白のまま駆け寄ると、すみませんでしたと土下座をしたのだ。自分の行いのせいで父に頭を下げさせてしまった。父は何も悪くないのに。結局話し合いは嫌がらせの事実は明るみに出ることなく、父と俺が謝罪することで手打ちとなった。その日の帰り道、俺は父に怒られると思っていたのだが、逆にごめんなと謝られてしまう。父は俺の気持ちを察してくれていたのだ。お前が何の理由もなしに人に手を挙げるはずがない。何か大事なものを守りたかったんだろう。でもな、どんな理由があろうと相手を傷つけたらダメだ。覚えておきなさい。静かに言い聞かせる父の声に責める色は一切なく、とても穏やかだった。俺は父が信じてくれていることが嬉しくて、同時に自分の弱さが情けなくて、涙を流しながら父に謝ることしかできなかった。その後も俺は学校で嫌がらせを受け続けるが、もう心が乱されることはない。
そんな俺の気丈な態度に同級生たちは興がそがれたのか、嫌がらせは徐々になくなっていった。いい思い出の少ない中学生活だったが、高校に進学してからは割と楽しく過ごせていた。バイトをしながら高校に通っていたので、友達と遊ぶ時間はあまりなかったが、充実した高校生活を送れたと思う。中学時代と比べると、驚くほど平穏に月日が流れ、あっという間に進路を決める時期が来た。俺はもともと高校を出たら働く気満々だったので、進路希望も就職と定めていた。しかし、父の願いは違った。父は俺に大学に行ってほしいというのだ。親の家計状況によって子供の将来を狭めたくない。友樹は勉強が好きだろう。それなら学べるだけ思いっきり学びなさい。頼りない親かもしれないけれど、家計のことは心配しなくていいから。父は俺のことをよく理解してくれていた。俺としては就職して少しでも家計を助けたかったのだが、父の強い意志に押されて奨学金を借りて大学へ進学することに決めた。大学の入学式では父は俺よりも嬉しそうに顔をほころばせ、そして4年後の卒業式では誰よりも泣いていた。ずっと俺を応援し続けてくれた父。そんな父をこれからは俺が支えよう。たくさん親孝行するんだと心に誓ったのだった。大学卒業後は実家から通えるように地元の企業に就職を決めていた俺は、今までと変わらず父と2人で協力しながら生活していた。俺が20歳を超えて酒を飲めるようになってから、父の晩酌によく付き合うようになっており、俺が社会人になってからは仕事の話や人間関係の悩みなど、相談事からたわいのない話まで何でも父と共有する。その時間が心地よくて、週末の晩酌タイムが俺と父の楽しみになっていた。会社の帰りに酒を買い、帰っていそいそとつまみを作る。それらを父が片付けてくれた机の上に並べれば、男2人の晩酌タイムの始まりだ。あまり酒に強くない父は酔っ払いながら、お前が作るつまみは最高だ。幸せだな。と必ず言っていた。少し照れながら言うその言葉は、紛れもなく父の本心で、いつも温かくて心に染み渡る時間だった。しかしある日、平穏な日常が突然ひっくり返った。父が倒れたと父の勤める会社から連絡が入ったのだ。心臓が嫌な音を立てる。そばで聞いていた同僚が、大丈夫だ、仕事は任せろ、早く行ってこいと言ってくれる声もどこか遠くに聞こえる。かろうじてお礼を言い、運ばれた病院に急いで向かった。駆けつけると、ベッドに横たわる父は今まで見たこともないような苦悶の表情を浮かべ、うめくように声を上げていた。担当してくれる医師からは深刻な顔で危険な状態だと言われ、すぐにオペに入ると説明された。いくつもの同意書を手渡されたが、正直頭が真っ白で内容は何も覚えていない。どうか助かってくれと、そればかりを祈りながら手術が終わるのを待った。気が狂いそうになるほどの長く不安な時が過ぎる。ようやく手術室のランプが消え、中から2人の医師が出てきた。長い手術を終え、疲労の色が濃いものの、医師は俺を見ると安心させるように笑い、もう大丈夫ですよ、と手術の成功を伝えてくれた。その後、医師から父の病気の詳細や手術の内容を聞いたのだが、大きな手術だったため、ものすごく高額な費用になることを告げられる。その費用は、今現在の我が家の資産をすべてかき集めても足りないくらい膨大なもので、俺は情けなくもうろたえてしまう。父が倒れ、心労が溜まっていたところへとどめを刺された気分だ。けれど、大手術を乗り越え、病室で穏やかな顔をして眠っている父と対面して、そんな不安はどこかへ飛んでいってしまった。無事でよかった。助かってくれて本当によかった。生きていてさえくれれば、あとは何とでもしてみせる。そう思い、安堵の涙を流していた。その時、
手術を担当してくれた父の主治医が病室に現れた。先ほど治療費の話を聞かれたかと思いますが、お父さんの治療費の支払いは30年前に済んでいます。なので安心してください。こういうのだ。俺は何を言われているのかとっさに理解できずに固まっていると、彼は自分の過去の話を始めた。30年前、主治医は事故に遭う運命だったという。小学生の頃、下校途中に突風に煽られた看板が落ちてきたそうだ。眼前に迫った大きな看板。とても避けきることは無理だと彼は身を固くした。しかし、その看板が彼に当たることはなかった。当たる直前に強い力に押され、前方に転倒したのだ。その直後に後ろでぐしゃっという大きな音が響き、振り返ると俺の父が看板の下敷きになっていたという。父は彼を助けたのだ。その代償として父はその事故で片手を失った。後日、主治医は母親と一緒に当時父が入院していた病院にお見舞いに訪れたのだが、彼は罪悪感に苛まれ、ろくに言葉も発することができずに、終始母親の後ろに隠れていたという。自分を助けたせいで、代わりに大怪我を負った父を直視できなかったそうだ。幼い心には、その時の恐怖と罪悪感を受け止めるのは難しいだろう。そんな彼に、父は、俺は強いから右手がなくても十分生活できるんだ、と笑ってみせたという。しかし、父はもともと右利きだ。その言葉の裏には、左手を使うために地道な練習を重ねている背景があった。そのことを知った彼は、父の前向きさと自分の不遇を嘆かない強さに心を打たれた。君のお父さんは僕の命だけでなく心も救ってくれたんだ。あの時の恩返しを今させてほしい。主治医が回想し終えた時、父が目を覚ました。まだ麻酔が効いているのか、ぼーっと視線をさまよわせていたが、俺の顔を目に留めると、迷惑かけたな、と弱々しく笑った。いつもと変わらない父がそこにいる。その声を聞いた瞬間、嬉しさと安堵によって、俺は涙が止まらなくなった。そんな俺の様子を苦笑しながら見ていた父は、ふとそばに佇む白衣を着た主治医の方に目を向け、小さく息を飲んだ。君は、もしかしてあの時の子か？父の半信半疑の問いかけに、主治医は何も言わずに頭を下げた。それで全てが伝わったのだろう。俺が泣きながら、この先生が父さんを助けてくれたんだ、と言うと、父は、そうか、君が、と目を細めて小さくつぶやいた。立派な息子さんですね。ずっと気丈に振る舞われていましたよ。自慢の息子なんだ。俺は昔も今も幸せ者なんだよ。長年の時を経て再会した二人はそう言葉を交わす。立派になったなと感謝を込めて嬉しそうに差し出した父の左手を彼は涙を浮かべながらしっかりと力強く握った。父に助けられた命が父を助けてくれた。この奇跡的な巡り合わせを俺は生涯忘れることはないだろう。